はあ？ミホッチを殺して引き渡せってマジかよ。金山姫が目的なんだろ。なんでそんな回りくどい要求してくんだ。大丈夫だよ、ミホノちゃん。絶対にミホノちゃんをカグツチに渡したりなんかしないから。カナミの言う通りだ。交渉した折紙ゆかりもはっきりと断ったと聞いている。あとは私たちがカグツチを撃てば何ら問題はない。うん、ありがとう二人とも。ただ。どうした？私が知ってるカグツチはそんなこと言わないで自分から金山姫を奪いに来ると思うんだ。玄山のせいだ。あいつがカグツチに変なことを吹き込んだに違いねえ。玄山さん？勇気たちの親戚のおじいさんです。荒玉を切るな、荒玉は神様なんだっていうちょっと変な人でした。お前らがそのじいさんの命令で動いてないって確証もないぞ。嘘じゃありません。やめろユキ。何を言ったとしても私らの言葉に説得力なんてねえ。行動するしかねえんだよ。姉様。もうあまり意地悪言っちゃダメですよカオル。本当は信用してますよね。正直半々だな。その玄山ってじいさんカグツチに殺されたんだろ。取り巻き以外には人気なかったって聞いたぞ。ああ。一ついいですか？玄山さんがカグツチを操ってるっていう予想だったんですけど、これって外れてますか？殺されたなら外れてる。どうだろう。カグツチがどんな荒玉かわからないから何とも言えないかな。ただカグツチにとって北上玄山は必要なくなったのは間違いないと思う。まあまあ難しい話はそこまで。こんなに可愛くて強い都市が集まってるんだからカグツチだってなんとかなるよ。そうね、カグツチを討伐して誠を助けましょう。待ってください。私はその人たちと別行動を取るべきだと思います。朝倉美穂のへのリスクを考えるのならそれも一つの正解でしょう。ですがカグツチと戦う時彼女たちの戦力がないのは正直言いたい。私のことはミホノの盾だとでも思ってくれればいい。ミホノだけは何があろうと私が守れ。それが私のけじめだ。アキラさん。だったら絶対にほのちゃんを優先してください。いいですね。言われるまでもねえよ。たとえまこっちゃんをこの手で切ることになろうとも守ってやるさ。まこっちゃんならそうしろって言うよな。これは高温になっているという情報は見ていましたが、まさかこれほどとは思いませんでしたわ。木が燃えてるじゃん。こんなとこ入っていけないよ。ヨミ、中の様子を調べることはできるか？はい。荒玉を多数発見。おそらくカグツチが生み出したものでしょう。どうした？私の荒玉が消滅しました。高温に耐えられなくなったようです。どうしますの、マキさん。みんなの意見が聞きたい。私は撤退しかないと思います。もちろんできる限りの情報は集めますが、それ以上のことはできませんわ。私もそれしかないと思うな。ここにいてもやれることなんてないよ。しかもすごく暑いし、もう帰ろう。指導さん、この花さん、つば九郎さんは帰還してください。情報収集は私が。頼んだよ、ヨミ。はい。
任務中ですわよ、夢。それにしても家具土の力、思っていた以上に厄介ですわね。特務警備隊が鳥海山に先行してた話聞いた？うん。とても人間が入っていける状態じゃなかったんだってね。私ね、家具土とも理解し合えるんじゃないかってちょっと思ってたんだ。金山姫とも小姫ちゃんとも分かり合えたからね。かなみらしいね。私は家具土とは無理だと思ってた。すぐ近くで家具土を感じて、小姫とも金山姫とも違うって分かってたから。本当にそうなのかななんて、家具土にたどり着かないとそんなこと言っても意味ないか。そうだね。私たちにできることってないのかな。試合でもする？ごめん、今はそんな気分じゃないや。テレビでも見ようかな。次のニュースです。刀剣類管理局局長折上茜氏は、鳥海山で発生している異常気象を大荒玉家具土によるものだと発表。政府は避難指示を出すとともに、空が真っ赤になって、あんなの天才だよ。トジさんにだってどうにかできると思えない。家具土のもとにトジを送り込めなければ事態の解決はないはずだ。上空から近づけないのか？それは難しいですよ。高温によるトラブルが発生したら乗組員に危険が及んでしまう。だったら耐熱装甲型救助車は？現在運用されている車両がありません。家具土のもとにトジを送り込むか。本当にできるのかな。できるよ、きっと。日和ちゃんもそのための任務に就くって言ってた。そうなの？うん。まずは車両で近づけるところまで近づいて、そこから耐熱機能を持つ S 装備で家具土のところまで行けるか試すんだって。人為での接近実験を開始する。行くぞ、さやか。頑張ってください。スー、私たちも準備を始めるわよ。北斗さん。何？思ったんですけど、十条さんとさやかさんがいるなら私いらないですよね。スー、だってこの中強い荒玉ばっかりだって話じゃないですか。そんなの十条さんとさやかさんに任せましょうね。ダメよ、スー。今は全ての方法を試す時よ。十条さんと糸美さんは陣医で、あなたは写しで、どれだけ家具土に接近できるか試すでしょ。それは分かってますけど、これを見ちゃうと。確かに写しは人よりたくさん貼れますけど、人より数回多いところでどうにもなりませんよ。私と一緒なら協力するって言ったのはスーでしょ。だからこうしてあなたのサポート任務に就いたのよ。それは北斗さんが日本の危機だって言うから怖かったけど、やれることがあるならって。ええ、その気持ちは偉いと思う。だから最後まで頑張りましょう。はい。朝比奈さんから連絡が入った。稲見スーが出発したようだ。だがきっとスーでも無理。鳥海山に入ってまだ少ししか経ってないのに。この状況で戦闘できるか。
無理。陣意も写しも戦闘用の技術で、長距離を移動するための技術ではないと実感させられるな。それとこの暑さじゃ呼吸が安定しない。ああ、山に入ってからずっと息苦しいな。さやか、荒玉に見つからないように戻る。途中で稲見スーと合流するぞ。実験は失敗だ。わかった。状況は芳しくないようですね。家具土討伐のためにいろいろと試みているようですが、結果には結びついていないようです。花さん、いろいろ借り出されてて、なんだかすごく忙しそうですよ。刀剣類管理局へのヘイトがすごく溜まってるみたいだって言ってました。言ってましたって。ゆいちゃん、花さんに会ったの？電話。声が聞きたくなったから鬼電した。そうなんとかしたいな。花さん絶対迷惑だよね。あ、そっちじゃなくて家具土の方。なんとかって言っても家具土んとこ行けねえんだからどうしようもねえだろ。そうなんだけど、そうじゃなくて、刀剣類管理局への不満が溜まってるのってみんなが不安だからでしょ。そうね。私たちはみんな頑張ってるのを知ってるけど、一般の人たちにそれはわからないから、きっと刀剣類管理局が何もしていないように見えて不安なのよ。その不安を少しでも減らせないかな。そう言われても難しいんじゃないかな。一番は家具土を討伐することだと思うけど、近づけもしないとなると無理だよ。近づくどころか、じわじわと家具土の被害地域は広がっているようですよ。家具土の力が増しているってこと？おそらく。めんどくせえ。私は荒玉ちゃんと遊んでくる。おい、付き合え。仕方ありませんね。勝手な行動を。小吹さんもきっと何かしてないと不安なんだと思います。そうかもしれませんね。そういう小吹さんも好きだな。真面目な顔で何言ってるの？何かできることはないかな。私たちにできること？家宝は寝て待てと言いますし、いざという時のために体力を温存しておくのがコスパいいのでは？ひろなさん、もしかして眠いですか？そんなことないですよ。やる気満々です。頭脳労働は苦手なんだよな。イナコンたちは納金ですか？うるせえ。こういうのはまこっちゃんの仕事だったんだよ。そういうお前はなんかあんのかよ。もちろんです。私たちからも情報を発信し、事件解決のために頑張ってる姿を見てもらいましょう。それで先行きが不透明で不安を抱えている人たちが少しでも安心してくれれば、みんなハッピーです。まずは学長に許可を取る必要があるよね。あとは実際の現場も撮影したいかな。でも荒玉討伐の撮影は難しいから、どんなところがいいんだろう。そうですね。家具土にアタックしている映像を撮るわけにはいかないでしょうし。私たちは家具土討伐のために学校に待機してるけど、現場はすごく忙しいんだって。ゆいが花から聞いたって言ってた。数日でいいからそういうところに行ってみるとか。だったらユウキは避難所に行ってお手伝いをしたいです。きっと人手も足りないだろうし、荒玉が来ないか不安だと思うんです。それだよ
よユウキ、ナイスアイデだったら私とユウキとヒロナで行ってくるか。ア。待ってください、私も行きます。私が言い出しっぺですし、それに私も何かしたいです。わかった。じゃあ4人で行くか。承知です。到着です。お、今のいい表情、いっただき。うわ、こらダメでしょ。急に取ったら取られた方がびっくりするわよ。ごめんなさい。でも千恵さんの目最高です。山城さんは変わりませんね。ゆいはゆいだからね。で、なんでユイと知恵がいいんだよ。どうなってんだよミホノ。アキラさんたちと避難所の手伝いに行くって言ったら一緒に来たいって。私は舞ちゃんとエレンさんに指名されたカメラマンですよ、番長。ああ、確かにそれは必要か。で、そっちはなんだよ。引率者はいた方がいいでしょ。信用されてねってことか。まあそりゃそうだよな。どうしました番長。なんでもねえよ。というかお前は番長って呼ぶな。バカにされてるような気になる。はーい。それじゃあ行こうみんな。あ、ちょっと待って。一つだけ覚悟しておいてほしいのだけど、私たちは多分歓迎されないわ。うん、分かってる。いつも頑張ってくれてありがとう。あれ、歓迎されないんじゃ。トジさんたちには避難所の警備やらなんやらいつも助けてもらってるからね。それなのに文句なんて言えないよ。どうした？飴でも食うか？お姉さんテレビに出てた？玉寄りたちの稲子あきらさんよね。そっちの子は鳥羽ゆうきちゃん。すごい、こんな有名なトジさんが来てくれたんだから、大荒玉なんてすぐに討伐してくれるわ。そりゃあれだけ派手に補導されてたんだ。玉寄りならって思うやつもいるよな。けど玉寄りはもう使えない。この期待には応えられね姉様大丈夫ですか？え。お前が私の心配なんて100億年早えよ。ああ、私たちに任せとけ。すぐに大荒玉なんて討伐してやるからよ。私たちは周囲を見回って荒玉を討伐してきます。だから皆さんも頑張ってください。もう大丈夫そうね。あ？大丈夫って何がだよ。稲子さんのこと、さっき少し様子がおかしかったから、外の空気を吸えば気分転換になるかなって思ったの。なんでそんな。私なんて放っておけばいいだろ。分かってるだろ。あの人たちが避難所で生活しないといけないのは私たち北上派のせいでもある。だから私は責められても仕方ないと思ってた。
あんたが言ったように歓迎されないとしてもそれでいいと思ってた。けど逆に歓迎されて正直居心地が悪かったよ。でもそれに私は耐えないといけなかったんだ。どうして私なんかを気にする？知恵は私たちを信用してないだろ。だからミホノについてきたんじゃないのかよ。私たちのことなんか放っておけばいいじゃねえか。美穂ちゃんが心配だったっていうのはそうだけど、イナゴさんたちを信用していないかは自分でもよくわからないのよ。ただイナゴさんたちはやれることを精一杯必死にやろうとしてる。頑張ってる人を助けたいと思うのはおかしいことではないでしょ。お前ら揃いも揃ってお人よしかよ。そう？ああ、かっこいいよ。だからミホノは私たちじゃなくてあんたたちを選んだんだな。避難所の手伝いはうまくいったようですね。はい、避難してる人たちとたくさんお話できて楽しかったですよ。今度はミルヤさんも一緒に行きましょ考えておきます。ねえほのちゃん、そういえばゆいちゃんは？ゆいだったら撮った写真を前に渡しに行ったよ。たくさん撮ってたから選ぶの大変だろうな。ゆいちゃんだもんね。関係ない写真もいっぱい撮ったでしょう。たくさん撮ってたよ。明るいニュースが増えるのはいいことです。それで家具土はどうなってますか？めぼしい進展はありません。今は家具土と戦う時のことを考え、万全の準備を整えましょう。何もできないってもどかしいですね。みんな頑張ってる。私にできることはグッドな写真がいっぱいです。サンキューユイ。どの写真を選ぶか迷っちゃうね。嬉しい悲鳴だけどゆいちゃんに頼んでよかったよ。褒められると照れちゃうな。写真とか動画とかできるだけたくさん撮ったつもりだけど、みんなの役に立ちそうかな。期待以上。最初は写真だけのつもりだったけど、これだけ素材があるなら動画にした方がいいよね。イエス！頑張って編集しますよ。みんなに見てもらえる動画を作っちゃいましょう。私に手伝えることってある？ゆいちゃんにはもういっぱいしてもらったよ。そうです。あとは私たちに任せてください。メディアへの根回しありがとうございました。おかげで刀剣類管理局を非難する声もだいぶ減ってきています。いえ、ちょうどいいタイミングで都知からの情報発信がありましたからね。あれは茜様が？あれは生徒が自発的に行ったことです。優秀な都知が育っているようですね。皆自慢の都知です。柳瀬舞さんも一枚噛んでいたとか。あくまで動画の準備をしただけと言っていましたよ。あれだけ影響力のあるものを発信できるのですから頼もしいですね。これで当分の間メディアは大丈夫。あとは家具土に接近する方法さえ見つけられれば